3個で作っちゃいます。あーっと入れていただいて繰り返せば大体正解です。はい、東京日本橋にあります、ラ・ボンヌタブル、中村和成です。はい、今日はですね、エビを使った、エビココナッツカレーを作りたいと思います。カレーって言ったらスパイスすごいたくさん使うっていうイメージがあるとは思うんですけど、もしくはカレー粉とかであらかじめいろんなスパイスが、あるっていうのを想像されると思うんですけど、僕3個で作っちゃいます。はい、しかもそのうちの1個は唐辛子っていうことはクミンとターメリックしかないっていうね。でもこの一個一個のね、こういったエビの力を借りたりココナッツミルクの力を借りたりすれば意外にすごいすっきりとしたそれでいて洗練されたエビココナッツカレーができるので、はい、じゃあ早速作っていきます。はい、じゃあまずはエビの、出汁を取ります。エビの出汁を、取る前に、鍋にちょっとバターを溶かして、焼く準備をしていきます。はい、そしたらもうエビですね。エビは身はカレーの中に入れて殻は全部、出汁に使います。エビってやっぱり炒めた方が独特の香りがあるし、エビの独特の生臭さっても消えるので、はい、まずは炒めていきますね。はい、殻を剥きます。こういった背わたがあったらこれも取っちゃってください。ピッと切れましたけど、はい、切れた場合は後で、包丁で切っていただければ大丈夫です。エビの殻ごとね、カレーを作るってやり方もあるんですけど、やっぱカレーってね、食べるときって結構黄色いじゃないですか。それでただでさえ黄色くてネトネトしてるのにそこに手で剥きたくないなって僕は思っちゃうんですよね。あとはエビの殻ごと食べるっていう手もあるんですけど、エビの殻って僕的には一口目はいいんですよね。なんか香ばしくてちょっと噛み応えがあって、なんかエビ食べてるぞーって気するんですけど、4口目あたりからなんかエビのツルツルが恋しくなってくるんですよね。はい、こんな感じにバターが溶けてきたらもうエビの殻剥きながらインしちゃいましょう。特に頭から入れるとかどっから入れるとか別にそんなことを気にしないでもいいので、はい、頭入れちゃいましょうか。こんな感じで火加減は、弱火と中火の中間ぐらいですかね。はい、全部入れちゃいます。エビと一緒に唐辛子が辛みは今日唐辛子だけなのでほぼほぼ唐辛子を5本このエビの出汁に一緒に入れちゃいます。もう半分に切って種ごと、種にも辛みってあるので、唐辛子は主にカレーの、辛みを演出してもらいます。もうちょっとしか炒まってないのにすでにエビのいい香りがしますね。もうエビってそれぐらいパワーなんですよね。なんか甘い何とも言えないかぐわしい香りがもうすでにしてきてます。ちょっと潰しながらね、だんだんちょっとずつ火が入ってくると、こういったゴンベラでもエビの頭って潰せるんで、ちょっと今はまだ潰せないですけど、はい。でエビにこういった感じで火を入れるのを早くするにはちょっと蓋を閉めてあげるとより早く火が入ります。はい、まずエビ、これ真ん中に包丁で切り込みを入れていただくとこんな感じに背わたがあるんですよね。こういったなんか黒いやつ、これ食べちゃうとちょっとジャリっていう食感だったり、味として必要ないのでこういったところは紙かなんかできれいに外していきます。それと同時にエビのね、ここはちょっと開けるので焼いた時になんかボリュームが出て美味しそうに見えるっていう役目もあります。
エビを剥いてる間にエビがいい感じに炒まってきました。なんかちょっと黒っぽくなってきましたよね。はい、エビの中にある味噌とかが、外に出てきてる感じですね。でエビみたいな、頭を潰している時はこういった木べらとかで、やっていただくと結構潰しやすいんで、もしあったら、なかったらスプーンとかでガッてやってもらっても大丈夫です。後々これこすので、潰しておいた方がこす時にこしやすいっていうメリットがあります。こんな感じに、いい感じの香りが、してきましたね。はい、これで、エビの頭を十分に炒めたら、これで、白ワインを、入れて、ほんでここで、ちょっと、弱火にして蓋をしてだいたい5分から7分ぐらい出汁を、取っていきます。結構短くても大丈夫です。はい、そしたら玉ねぎを、切っていきます。はい、で玉ねぎは、繊維を、繊維に逆らって薄く切っていきます。薄い方が早く炒まるので、はい、こんな感じですね。はい、そしたら炒める、鍋にオリーブオイルを、大さじ2ぐらい、入れてもらって、玉ねぎを、炒めていきます。はい、ここで玉ねぎはもう最初は強火で炒めちゃって大丈夫です。玉ねぎをこうやって一回こんな感じで強火で炒めていただいて、で塩を一回まぶして、そしたらここでまたここで一つテクニックなんですけど、早く炒めるには蓋をした方が早く炒まります。蓋をして上からも火を入れた方がより玉ねぎは早く炒まるので、そしたらこんな感じであっという間にしんなりとしてきましたね。そしたらスパイス、はい、まずクミンを入れます。あとターメリック、こちらも入れちゃいます。そしたらここでまたよく炒めてもらって、なんかクミンとターメリックしか入ってないんですけど、玉ねぎがなんかもう見た目結構カレーっぽいですよね。なんか、ターメリックってやっぱりカレーのね色素でもありますし、やっぱ独特のね香りが一番カレーっぽい香りがあるのがクミンとターメリックかなとは僕は思ってるんですよね。なんでこの2つだけに集中してやってしまいました。はい、こんな感じで、はい、よく炒めたらここで、トマトホール、小さいの1缶 400g ですね。それを入れます。でこれでちょっと沸かしてもらって、あとココナッツミルク、こちらをだいたい半分ぐらい入れますね。これ1缶ので、上と下でちょっと成分が混ざってる、分離してるので、ちょっと混ぜてから入れてあげるといいですね。今作ってるのが大体2人前ぐらいなんで、4人前ぐらいで1缶って感じですかね、イメージは。ちょっとこうやって混ぜてあげて、この半分入れちゃいます。もうちょいかな。はい、入れました。
そしたらもう色だけ見るともうすごいなんかもうカレーなんですよ。カレーですね。でもまだまだこれ全然カレーじゃないんですよね。辛みが全然ないんですよ。その辛みは今やってるこの、ね、だし、はい、ちょっと煮詰まりすぎちゃったなと思ったらここでお水を足してください。はい、こんな感じですね。でもうちょっとだしを取っていきます。にんにく1かけと、生姜大体 20g ぐらいをこの中にすりおろします。削るとなんかすごいなんか食欲をそそるようなやみつきになるような香りがあるんですよね。なんでこのカレーにはすりおろしています。ちょっと最後の方ね怖いですけど、ちょっとひっくり返してやってもらえば、そんでちょっといやこれ以上無理やってなったらもうこっちのだしに入れちゃってください。ポーンって。それで生姜はもうあらかじめここのね普段切り落とすところは掴むように取ってあります。で生姜も入れますね。そしたらこの生姜のやつも破片もこのだしに入れちゃいます。7、8分だし取れたので、はい、これを、こしていきます。こういう感じのざるみたいな、まあこういったものがなかったら普通のざるでも何でもいいです。それにこれをガーッと入れていただいて、ほんでここで、潰します。まあゴムベラのところでこうやってギューッと押して潰してあげることでうまみが無駄なく、特にエビの殻は潰れやすいし、最初に木べらで結構ガシガシ砕いてるんでここで潰しやすいかとは思いますね。ちょっとここはねせっかく取った出汁を無駄にしたくないんで時間はかかるかもしれないですけど、ちょっとしっかり唐辛子の辛みもここにあるんで、まあこすというよりかは絞るって感じですかね。まあ、こんな感じにぺちゃんこになったら、OK です。はい、そしたら仕上げに、エビを焼きますね。はい、じゃあエビを焼いていきます。はい、エビを焼くときにちょっと表面をカリッとさせたいのでちょっと周りに、小麦粉をまぶします。なんで小麦粉をこういう風につけてやるとなんか余った小麦粉がちょっと使えないんで、普通に塩振るみたいな感じで小麦粉振っちゃって大丈夫です。こんな感じでパパパパって塩振ってるかの感じで小麦粉を振って、まあ、そうするとちょっと、ね、こういったところに小麦粉はみ出るんで、それを塩じゃない小麦粉を振ってない方のところにちょっとつけてあげる感じ。こんな感じに移動させてあげると全体的に小麦粉つくんで、まあ、この程度でカジュアルな感じで OK だと思います。はい、エビは、オリーブオイルで、焼いていきます。はい、強火で焼いちゃいます。まあ、エビが焼けたサインっていうのは見た目もまあそうなんですけど、まあ、周りがじんわりと色が変わってくるんで、どっちかといったら香りですかね。はい、なんかすごいエビの殻を焼いてた時のような、なんかすごいなんか香ばしい香りがしてくるんですよね。もう身だけ焼いてもすごい香ばしい香りがするんで、なんかすっごいこの匂いいいな、食べたいなと思うぐらいの時にひっくり返せば大体正解です。美味しそうですね。
で裏面もすごいいい香りがしてきたら、これでエビの焼きは完成ですね。そしたらもうこのカレーの鍋に入れちゃいます。エビは油ごと入れちゃいます。それでちょっとうまみがへばりついてるんで、ここにちょっと白ワインを入れて、うまみをこうやって溶かし込んであげると、すごい味の奥行きが増しますね。ついでにフライパンも掃除できるっていう。はい、そしたらもう終わりは近いです。ここでちょっと塩味を味見して、もうちょっとかな。でちょっと酸っぱめの酸がキリッとしてるのが好きな方は、ちょっとここでレモン汁とかをピュッて絞っていただくと、よりなんか味の奥行きが増します。はい、そしたら一煮立ちさせたら、これで、カレーのベースが、完成ですね。今から盛り付けしていきます。さらにほっかほかのご飯を、半分盛り付けますね。これまあ普通ですよね。はい、そしたらこのカレーを、エビをガッと取ってね、もうすごいエビのカレーってオレンジ色が似合うなと思うんですよね。まあエビの色っぽいし、まあ、こんなにいい、ね、色になってるのは使ったターメリック、はい、ターメリックとトマトとココナッツミルクを混ぜると、こんなすごい食欲をそそる色になりまして、なおかつ香りもすごくいいですね。はい、これでココナッツエビカレーの、完成です。結構必要最低限の食材で作ってるんで、スパイスも通常に比べてかなり少ないですし、なんか野菜とかもあんまり入ってはないんで、なんでなるべく素材の味を引き立たせるというか、まあ、そういったイメージで作ってますね。